丸の、カンコレ、多聞丸です。本日は、E2項作戦、バレンツ海海戦、戦力ゲージのパート1、こちらの方をお送りしたいと思います。だいぶ寒くなってまいりましたが、皆さん、お元気にお過ごしでしょうか。今日も、元気に、配信していきますので、よろしくお願いいたします。川さん、こんばんはです。今日も、元気に配信していきます。よろしくお願いいたします。それではですね、最初に、今回の作戦の内容ですね、こちらの方の、解説をしたいと思います。前回、輸送ゲージを解放して、その後、ギミック解除は配信外でやっておりますので、短縮ルートである E から O、そして G から O のルートはすでに開放済みとなっております。ここから先は、通常の、戦闘モードに入っていくんですけども、いつも、そうですね、戦闘前に、確認をしたところ、制空権の確保は十分できそうだというふうに書いておりましたので、ルートは B、A、E、O、Q、水上参戦を選んで、弾薬、燃料がペナルティがありますけども、来日戦までもつれていく水上部隊であれば、事故ることも少ないのかなと思って、道中支援も出していこうかなと思っています。おめんさん、空母9さん、今日も、早速コメントありがとうございます。本日はこちらのバレンツ海の占領ゲージやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは今回の編成の方ですね、紹介していこうと思います。今回は、ガンにビスマルクですね。手法、練炭、そして、水上偵察機の装備となっております。のぶちゃんさん、コメントありがとうございます。よろしくお願いいたします。本日は、E2 の、占領ゲージですね。ようやくここまで準備が整いましたので、出撃していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、今回もコトランドですね。装備の方は前回の引き続きのままになっているので、これでいいのかどうかわからないんですけど、とりあえず、手法、広角砲、水上偵察機、基準の装備でいきたいと思います。そして、響も前回に続いての出演機となります。比重、手法、練炭ですね。こちらの装備で、まず行ってみようかなと。こちらもそんな感じになりますね。そしてミクマは今回は、補助という感じになるので、手法、水上戦闘機と、随雲の搭載ですね。水上爆撃機を搭載して、制空権は今回はほとんど敵は持っていないようなので、これで十分かと思いましたので、これで行ってみたいと思います。さざ波はいつもの通りの感じなんですけどもね。
装備は機銃、主砲、電弾の装備にしております。そして最後、第一艦隊の最後は名取に出てきてもらいました。主砲、水上偵察機の装備になっています。まだ砲弾作戦の情報が全くわからない。わからないというか、ちょっと出し渋った感も正直あるんですけども、軽巡洋艦を合計で3隻用意しなくてはならなくなってしまったので、急遽、名取に今回出ていただきます。連動や装備は十分だと思いますので、以上、この運命が第一艦隊ということになります。次は、第二艦隊になります。竹さん、こんばんはです。だいぶ寒くなってきましたが、お体の方はいかがでしょうか。本日も元気に配信していきたいと思いますので、お付き合いください。よろしくお願いします。そして、第二艦隊の機関は MAX ですね。主砲、電弾、10センチ連装砲、広角放射砲は、主砲、広角砲ですから、ちょっと分類的には、両方の要素を持っていますけど、主砲っていう感じで使っております。特攻を持っているのも、今回選んだ理由にはなりますし、この MAX も、正直に言いますとサブカンでずっと育成はしてたんですけどもね、こんな形で出番が来るとは思っていなかったので、今回は十分戦えるだけの連動ありますので選んでみました。そして、白雪ですね。主砲、照明弾と、風引き型の中でも、一番私の中では信頼をしている白雪。本当にゲーム開始当初からついてきてもらった感なんですけど、今回は、実戦でね、活躍してもらおうと思いますね。おめんさん、砲弾は前段の超強化版だろうな、ということですね。想像するだけで恐ろしいんですけどもね。でも、それでもいつも、カンムスたちと戦い抜いてきた艦隊ですので、信じて、最後までやっていこうと思います。それだけの準備もね、していかなくちゃいけないんですけど、今はこの海域を突破するのを全力投球といった感じですかね。はい。そして、イスナミも前回に引き続き、主砲、電弾の装備で出てもらっております。イスナミもね、普段はちょっと、遠征ばっかりで出撃する機会がなかったんですけどね、今回は、思い切って出撃してもらっております。十分な働きしていますのでね、問題ないと思います。上は任せて、おぼろですね。さざ波とおぼろでセットに使っておりました。第一艦隊の方にちょっと響きが連動ちょっと低いので、おぼろの方には第二艦隊、野戦も想定して、こちらの方に入ってもらっています。主砲、電弾装備でいきましょう。のべちゃんさん、連動ですね。やっぱり 7年もやってますとね、みんな、こんな感じになっちゃってましてただ、なかなかどうしても最終回帰近くなっちゃうと、戦力的に出すのが厳しくなっちゃって、あんまり出番がなかった。この頃は今回は、使ってみようかなと思って、積極起用しております。はい。そして、パースですね。前回、海域から、出撃なんですけど、前回の輸送作戦は、潜水艦対策ということで、
対戦装備をガン積みしてましたけども、今回はもう水上戦ということになりますので、手法、そして、野艇の方ですね、装備して、もう完全に、物理で、叩くという方法になるんですけどね。パースにはこの解禁速攻能力もあります。十分な、戦果期待できると思います。はい。そして最後はヒューストンですね。多国籍艦隊になっておりますね。手法、連弾の装備になっています。このヒューストンは、私のとっては前回の最終海域で、ドロップしたカンムスになります。サブカンとして、育成はしてたんですけども、今回ですね、この海域に、投入ということになります。そして最後に、支援艦隊ですね。旗風、松風、そして金剛、比叡、春名、そして宝生さんという道中支援を出して、決戦の方はちょっと様子見でもし必要であれば、投入したいんですけども、今のところ、遠征出しちゃって出せないという状況にもありまして、この戦力で戦っていきたいと思います。ちょっとね、なかなか準備に時間がかかってしまいましたけども、ようやく出撃できますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。さあ、よし、行くぞ。輸送じゃない、占領ゲージ、どれくらいの時間かかるかはちょっとわからないんですけどもね。今回も、みんなの力で突破していきましょう。のべちゃんさん、ありがとうございます。パチ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 。では、最初の戦闘はと言いますか、もう、ここはすべて第4警戒高校序列で行くような感じですね。戦闘開始です。みんな頑張ってきてね。いい支援をいただきました。あとは、水上艦隊の出番ですね。いいですね。こんな感じで、進めていければ、安心となところですが、なかなか、そううまくいかないのが、この、これっていうゲームなので、油断をせずにいきたいところです。はい、ナトリさん MVP ですね。やっぱりこういうところでは、第二艦隊、ここはね、特に問題なく突破できましたが、次に行ってみましょう。このね、数上の戦闘ですね。第4警戒高校上列で突破を図っていきます。この戦力なら、
でも油断はできないですね。攻撃をする暇も与えずに突破していく。これが王道と言いますかね。先制攻撃をして、自分の被害を最小限にしていくと。この戦い方をしていかないとね。最後のボス戦では、多少と言いますかね。殲滅戦になりますので、野戦になっちゃうと、被害の覚悟をしなくてはならないんですけども、でも道中をね、こうやって突破していかないと、本来の力発揮できませんからね。そうなんですよ。トップですね。では、続けて進軍していきます。ルート上では、このオーマスに行くということになりますけど、ちゃんと行けましたね。大丈夫ですね。では、続けて、ここも第4警戒工場ですね。油断なく場を測っていきます。ここも、でも、情報によれば、ここの水雷戦隊ですね、警戒伝で出てくることがあるという情報がありますので、そうなりますとね、撃ち漏らしますと雷撃で持ってかれるということが考えられます。水上戦を3回するだけでも、ペナルティを受けますので、ここも、攻撃するいとまもなく倒すようにしないと、ここで撤退することも十分考えられますね。アットビスマルク、MVP 取りましたね。さっきから連続で初段外してましたので、ちょっと心配だったんですけども、ちゃんと当ててくれました。これで、ボス戦も安心して、射止めるというものです。そうなんです。では、進軍ですね。していきます。さあ、ボスに行けるかな？いけるかな？いけそう、いけそう、いけましたね。このボスも久しぶりに会うような気がしますが、さあ、どれだけの戦力で、こちらの戦い方、見せられるか。みんな、頑張ってきてね。そうな、また沈んでしまいときましたが、青いな。でも今回は、こちらが勝たせていただくよということで、戦闘開始です。おめんさん、ありますよ。コメントありがとうございます。連合艦隊同士の、戦いになりますからね。初段をいきなり機関に持っていかれるとは。なんとか第二艦隊の戦力を落とさないと、野戦に持ち込めませんのでね。なんとか、第一艦隊も重要なんですが、第二艦隊の方に攻撃が、じゃないとちょっと困るな。まずは一隻。やっぱりペナルティが入ってる分だけちょっと回避がきついかななんて感じはしますね。あいたたたですね。でも第二艦隊はだいぶ落としてくれそうですね。あと残りも2隻。あとは来日戦で落とせるかな？落とせましたね。
だいぶ削られましたけども、野戦まで押し込めました。このまま、ターンに対して野戦を挑んでいきます。だいぶ硬いですね。ボールも、ここで、でも、まだ中順と平順が残っております。硬いですね。思っていたより全然硬いですね。ちょっとこれだと、火力が足りない可能性が出てきたな。ビスマルクが初段で倒されたのもちょっときつかったところではありますけどもね。でもまあ削りの段階なのであまりそこは気にしないで、いきたいなと思ってます。はい、かげろうよろしくお願いします。いや、思ったより硬いですね。手法ではちょっとそこが抜けない感じがするので、マックスの並走を、魚雷カットインにして評価してみましょう。ちょっと手法ではね、さすがにダメージが通らないということが分かりましたので、そうですね。道中は、比較的と言いますかね、大型艦である戦艦がいないということで、だいぶマシな方なんですけどね。その分、道中の戦闘回数が多いですから、油断なくですね、きたいところです。それで先ほど、野戦になった時に、照明弾と夜景が飛ばなかったこともあって、クリティカルが出なかったというのもありましたね。この辺はちょっと、回数でこなしていくしかないんでしょうかね。はい。一応まだコンディション値は、まだ十分なので、このまま連続して、出撃していきたいと思います。そうですね。皆さんは、今、攻略されている方も、まだ様子を見ている方もいらっしゃると思うんですけども、この、海域の、戦力ゲージなんですけどもね、だいたいどのくらいの時間で攻略したものなのかななんて、もしわかる範囲で教えていただければ、参考にしようかなと思います。というのも、本日は、戦力ゲージ、できるだけ削っておきたいというつもりで配信しております。なので、今日は時間的に見て、10時までですね。ここまでで今日は、終了しようと思っております。となりますとね、あと1時間半ちょっとしかないんで、1回の戦闘がだいたい15分以上かかるとすれば、何回いけるかな。1時間で4回か。後半になりますとね、コンディション値が回復してないので、ちょっと
疲労も取らなければいけないと、もうちょっと時間かかっちゃうから、1020分ちょっとと考えれば、やっぱり多くても5000か6000ってところですね。うん。多分、割れないな、これだと。でも、まず可能な限りですね、撃破に向けて進軍はしていきますので、合わせて応援をよろしくお願いします。なかなか好作戦ですから、ボスはね、第一回帰もちょっと硬かったし、もう随分硬くなってますね。あ、そうですね。お面さん2時間くらいだったということですね。となると、ストレートに行ったのかもしれないですね。私の場合はどうも、あまりそこまでいけないような感じが、にゃにゃにゃ、なっちゃったな。そこはね、ゆっくり、攻略していこうと思ってますけどね。そうですか。ちょこちょこやりながらで4時間くらい、やっぱりね、やっぱり早くて2時間、長くて4時間といったところですね。いや、貴重な情報ありがとうございます。これで、だいたい、気持ちの整理がついたといった言いますかね。だいたい、2時間で、今の、このゲージの3分の、1ないし半分、50%は切るというつもりになりました。あとですね、もう一つちょっとお願いがお願いと言いますか、今日ですね、配信するときに、マイクの、設定をちょっといじってます。なので、もしかしたらいつもと聞こえ方が違う可能性があると思いますけども、きちんと、私の声、皆さんに届いているでしょうか。コメントとか、拾ってますと、特にそういった部分には出てこないとこ見ると違和感なく伝わっているんだろうと私自身は思っていますけど、もし、お気づきの点がありましたら、コメントでね、いただけますと、大変助かります。なかなか、音響とか、設定とか、いろいろいじってますとね、何が正解なのか、そのうちわかんなくなったりともしたりして、できるだけ設定はあんまりいじらないようにしようと思ってたんですけども、今回、ちょっと、入れてみたいソフトがありましたので、試しに入れてみました。お面さん。なるほど。ゲーム音がしっかり聞こえないんですね。よかったです。じゃあちょっと、ゲーム音の、そう、私が一番。そう。そうなの？少し、ボリュームを上げてみましたけども、ゲーム音どうでしょうかね。ちゃんと聞こえているでしょうか。
ふーん。聞こえた。あ、聞こえるようになりましたか。よかったですね。やっぱり、こう、もう、話すことにいっぱいいっぱいになってまして、ちょっともう、そこら辺が追いついていませんでしたから、大変ありがとうございます。うん。もしかしたら音量、今度逆に高くなっちゃったかもしれない。難しいけど、ちょっとこのままやってみますか。うん。一応ゲージの方は若干削れたという感じしか見えないですね。多分ダメージ的には半分くらい減らして、このゲージの減りようだと、あ、ちょっと減ったな、今。もうスカートがスースーしました。皆さんお願いします。ポンディしとけばよかった。オートランド、ここで大破ですね。ちょうど良い感じになってくれましたか。あ、よかったです。そこなのね。ありがとうございます。ちょうどいいということをいただいたので、今回の設定を変えたっていうのは、マイクの音量、音質を、絞ったということなんですね。それで、周りの音響がちょっと普段よりも、低音になっている設定になってたものですから、今のように、音声の方は、ちゃんと設定してたんですけど、ゲーム音の方は普段通りにしてたものですから、その下がった分だけ聞こえづらかった、そういうことだと思います。という感じで戦闘の方は、第2艦隊を4隻落としているので野戦には行けるはずです。このまま野戦に突入しましょう。行けましたね。さあ、機体のカットインですが、4択になっちゃうとちょっとさすがにいかないですね。でも現状マックスの今の戦闘能力を考えますとね、機関においてカットイン発動する可能性が、一番高い方法を取らざるを得ないところではあります。うん。やはり巨大カットイン、有効ですね。もう一人用意した方がいいかな。何言ってるの？当たり前じゃない。いいのよ、もっと褒めても。クルビーベラ。まあ、そうなるわね。仕方ないわ。いただいておきます。はい。今回も、勝利。そして、ダメージもね、ボスから半分叩き出して、ゲージも削れております。私はアタゴ。提督、覚えてくださいね。そうですね。第一艦隊をもう少し編成を重くしてもいいかもというふう、アドバイスいただきました。ありがとうございます。なかなか、これでまた戦えるわ。重い缶を切る勇気がなくて、なかなかね、誰を出したらいいものかと悩んでいるところでありますから、どうしようかな。第一艦隊。この編成条件にはもう一つあって、高速統一の編成にする必要がありますからね。第二艦隊にもそうなんですよね。従来を配置すれば、それだけ殲滅力は上がるということも重々、承知の上で、ちょっと温存をしてしまった感がありますからね。今の監視いくと、一隻やっぱ投入しないと、
予選までに持ち込んでも、まあ、ボスだけね、まあ、集中攻撃までちょっと持っていけないので、どうしようかな。第一艦隊、形順を外せないから、中順。どうする？よし。では、従来艦を一人入れましょう。そして、第一艦隊に従順を見せてやった方がいいか。それと、ちょっと、響きの方には一回、ちょっと下がってもらいましょうかね。下げて、そうですね。ラストは、そうなんですね。前回と違って、輸送作戦ではなくて、こういう決戦になれば、ボスを倒さないといけないですから、まあ、それ相応の戦力ぶつけないといけませんね。よし、ここは切ろう。切ろうか。第二艦隊の、じゃあ、おぼろと下がってもらいます。もう少し活躍させたかったけども、仕方なし。ね。ボスが私の想定よりも全然硬かったので、プリンツオイゲンのサブカンも使います、ここで。プリンツオイゲン、出撃します。軽順パース、出撃します。みんな、続いて。パースの、スライドで外せるそして第一艦隊、違う。第二艦隊に従来入れないといいので、スナミのところに、再び入れますね。もう一人いるんですけど、ただね、ちょっとまだレベルが30なんで、再びさん入れてもらいます。はい、こちらで、スナミを第一艦隊に投入して、航空巡洋艦ミクマ出撃しますわ。そうか。確か、ガンクードも出せるんでしたよね。ただ高速化しないといけないから、でもこれ出し惜しみしても、ならないんで、よし。さざ波にもね、一回下がってもらって、艦隊。これ以上はちょっと入れない。駆逐艦2隻は必要だから、ヒューストンに大使艦隊のヒューストンを第一艦隊に置いて、ヒューストン、ウィーアンクル、出撃します。ここに艦隊出撃する。私に続くがいい。戦艦ガングート抜秒だ。ただ要件としては、高速化をする必要があるので、手法として、タービンに積むという感じになるのかな。これでいいのかな。原将いいな。これはありがたい。スパシーバー。これで、全艦高速設定、だいぶ戦力が変わっちゃいましたね。
だいぶ陣容が変わっちゃいましたけど、これで、ね、今回もね、突破できるように支援カンペを出して、よーし。行ってみましょう。作戦計画概要をご説明します。そうだよね。装備も、前まあ段作戦まあいいはず。第二作戦海域。戦艦ビスマルク抜病出撃するわ。こんな感じの編成でいいのかな。あ、そうなんですけどね。ガンクルートは、はい、サブカンを使っております。皆さん、アドバイスありがとうございます。やっぱり E3 なるとね、特攻艦はもう存分に使っていかないと、攻略が厳しいという情報は得ていますので、そちらはもう完全に出し惜しみせずに主力を出していきます。だからといってここも、手を抜いているわけではなくてですね、この戦力でもう十分戦えると思って出していますから、大丈夫です。単装法って何気にわびさびよね。二次フリーザー。お願い。いいわ、かかってきなさい。大丈夫。訓練はしてるし。そして砲撃戦です。当たってさあかかってらっしゃい。よかった。E3 ボスはさらに硬いので、そうですよね。E3 のボスもまだちゃんと調べてないんですけども、いかにも強そうな、前回の言うところのやっぱ前段作戦のラストとなりますと、もう本当に噛み合って、ようやく、ゴトが一番？勝負になると。そういう場面が、繰り返されるのが、今回、家具もいいんだよ。これ以前からのイベントから一貫して、前段だからといって、最終回帰だけは別物だというのが思い知らされているので、そこら辺をね、ちょっと気を抜かずに編成と準備ですねして挑んでいきたいと思っています。でもここを突破しないとまだ進めないんでね。アドバイスいただいた陣容に、少しでも近づけているとなれば、攻略にも少しだけ推進できるんじゃないかと思いますね。まだ追犯が弱いので救いですね。E3 ですね。ということですから、2人とももう E3 攻略してるんですね。さすがですね。自分も早く、攻略したいところでありますが、ちょっとマイペースでいって思います。ここでスナミちゃんが帰還をしてしまったので、なんと早めにね落としていかないといけないと思ったら、ナトリが焼けてしまいましたね。いやー、さすがに道中も簡単に突破させてくれないですね。私が一番です。何言ってるの、当たり前じゃない。いいのよ、もっと褒めても。はい、ビスマルクが MVP ということですね。実力ってやつよ。よかった活躍できて。残念でありますが、まずはここで、進撃は絶対にありえませんので、おそばに置いてくださいね。はい、キサインちゃんよろしくお願いします。では、帰ればまた来れる
ということで、撤退です。作戦終了。艦隊が母港に帰還したわ。ありがとう。これでまた戦え。ダンク、シュン。ありがとう存じます。畑風。先ほどの攻撃はだいぶクリティカルですね。持っていかれちゃったな。たくさん直してきますね。しばらく有給をいただいてもいいでしょう。あ、いえ、なんでもないです。航空甲板は特に大事にお願いしますね。編成の位置を変更しておかないと修復作業に入ります。少し服が汚れてしまったわ。待ってて。アジア艦隊帰還ヒューストンに変更して返還ビスマルク抜病出撃するわ。航空巡洋艦ミクナ出撃しますわ。行きます。ちょっと編成の配列を変えてこうかな。艦隊は従順プリンスオイゲン。艦隊出撃する。私に続くがいい。戦艦ガングーと抜病だ。この、ジャブジャブですね。バケツ使っていかないといけないんですけどね。今回はイベントまで時間が若干ありましたけどもね、バケツの数が1500、今40ですから、イベント開始前までで、1600はなかったので、そんなに変わってないんですけども、資源のとこ見てもらえればわかるんですけど、鋼材がだいぶ少ないんですよね。なんでこんな少ないんですかということなんですけど、これは、大型建造で、丸湯を狙って、毎日1回回してるためなんですね。成果としては、大雑把に言いますと月に1回、2回は出ます。3回は出ないかな。そんな感じなんですよね。まだ、大型艦を使うことが少ない状態なので、鋼材はそれほど使うことが少ない部分があるんですけども、砲弾になってしまうとね、多分、全部飛んでしまうので、そろそろ大型建造をやめないといけないなと思っているんですよね。そうですね。今回は輸送が、どの海域でも多く入れられてるのでね、そんなにバケツが消費少ないのかなっていう感じはするんですけども、やっぱり大型建造をしてしまうとね、鉄は一気にとは言いませんけども、ちょっと溜まりにくくなっちゃいます。そして今のところ、その成果というわけではありますけども、丸湯、現在丸湯の数が1、2、1人は使えないので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11か。11の丸湯が待機しております。僕はね、15ぐらい欲しいなと思ってたんですけども、11でまず今止まってますので、もし運が良ければ、今週いっぱいで15になったりすることはないと思うんですけど、あと1つ2つ増えたりするのかななんて思ってます。あとは解剖艦も、できれば、回収で使いたいとは思ってたんですが、最近はちょっと解剖艦もなかなかドロップしなくてですね、こんな状態になっています。そうですね。
まあ、この1年間のイベントをやってきて、やっぱ最終回帰のボスにですね、とどめを刺すだけの戦力、まあ、自分自身あるかと言われると、まあ、いつも本当にギリギリで、もうカットインが刺されば勝てるというような状況までには、なんとか持っていけたんですけども、まあそこで発動しなかったりという場面も多々あったものですから、まあそのための丸湯と、まあ最後の切り札ということで、まあ前回のイベントが終わってからコツコツ貯めてきたんですけどもね。なかなかね、この環境で、まあ存分にこうね、最高の並走で、まあ、最大の回収をして、まあ、カンムスの連動も最高だと、まあ、全てが揃っている状態の鎮守符といいますかね。まあ、そういうヘドさんは、まあ、それほどいないと思うんで、まあ、限られた戦力の中で、まあ、攻略をしようとしましたね。あと、強化できる部分といったらその運の値、まあ、この部分になっています。あともう一つ強化している部分としては、まあ、このマップでは使えないんですけども、基地航空隊による、攻撃ですね。特に陸上戦闘機に関しては、まあ、艦上戦闘機よりも高い制空値を誇っています。なので、通常この枠は陸上ですね、戦闘機を投入するんですけども、はやぶさは非常に優秀で、航続距離も長いんですけども、その代わり、まあ、戦闘力がこの2型だとすることがないといった部分があります。なので今はこの3型をもう1機強化して、今3型の方が1機マックスで中隊として配置されていますので、これが2つになれば、このはやぶさの54戦隊と64戦隊と合わせて、まあ、4戦隊、まあ、制空値のもし争いになるようなことになれば、威力を発揮してくれるものだと思っています。なかなか優秀な陸上戦闘機が多くても、航続距離の関係でなかなか戦場に到達できないといった場面が、ちらっと思い浮かんだので、強化してあります。まあ、もしそれでもね、数が足りなくなってしまえば、あとはもう、艦上戦闘機で賄うしかないんですけども、まあ、6以上になってしまうともう、これも機種もね、まあ、21型の熟練であったり、本当にギリギリであれば、まあ、冷戦の応仁型であったり、冷戦53の大和隊も投入する可能性があります。まだ、増設見張り員乗るようになって多少はマシになっていくかなってありますね。でもまあ、ここはあまり、少し大変。しっかり行きましょう。まあしっかりね、しっくりと攻略をしていきたいと思います。本当64戦隊にはいつもつけられてばっかりなので、まあ、その負担を軽くする意味でも、もう一中隊、まあ、コツコツとね、回収して、作戦計画概要をご説明します。砲弾作戦には間に合うように、前段作戦、第2作戦海域、している次第です。本作戦の主眼は輸送作戦です。本作戦の主眼は輸送作戦です。と言いつつも、今回は占領ゲージ、このヒューストンが預かります。艦隊、前へ。決戦になっていますからね。
少のペナルティを、問題はありません。もし、最後の、ゲージ破壊のところまで行くような状態であれば、みんないいわね。配線の方にルート取って少しでもペナルティない状態にしてさ行った方があ、リクムの立体的な動きやすくなるのかななんてちょっと思ったりもしたりして、夜気をつけて。ここはね、 40問の探索台は伊達じゃないからね。削りの段階なのでそこまで、突入します。気にしなくてもいいのかなとは思うんですけどね。だいたいこう、攻略をしていると、こう、初めはこれでいけると思って、バッチリだと思って編成組んでも、私が一番。いざ出撃してみると、何言ってるの。あれでこれじゃあ、いいのよ。もっと褒めても。っていうのはよくあることなので、これが従来相関の実力ってやつよ。ああ、よかった活躍できて。よかった、活躍できて、北上さんがいると安定感が違いますね。私が聞く好きだ。共に行こう。はい、引き続き、いつも予想で頑張ってもらってます。なかなか、ムツキン型もね、戦力として考えるときには、いつも悩ましい。どうしてもね、回避率は高いんですけども、攻撃力だけはいかんせんな、もう基礎値が低いので、なんともしようがないという。なので、後半回帰でも輸送作戦があると思うんで、多分そこら辺で投入するのかななんて考えたりもしております。多分総力戦になるんだろうな。考えられる状況的には、カゲロウ型と、ユン型はもう全て投入するつもりでいますし、その他、初春型もですね、今回は活躍するような感じがするんで、そこら辺の艦隊の、投入のしどころが私の故郷の偽装って物がいいし、重要なのかななんても考えています。今度紹介するね。これが従来相関の実力ってやつよ。ああ、よかった活躍できて。そうですね。砲弾作戦では、秋津丸、信州丸、活躍すると思われます。やっぱり輸送作戦で展開しますとね、ダイハツ搭載艦が必要になる。それに伴って、地上型のボスも出てくるだろうし、それもとてつもないヒットポイントで出てくるっていう、最近恒例のような状態にはなるんですけど、これがなかなか攻撃が当たらないっていうのがね、あって、じゃあもうどうするかといったら、もう戦車、上車のね、回収値を上げて、もう物理で殴り直すしかないという状況になってしまうんですけどね。前回のイベントでも最終海域の第一ボスですか、地上型の、深海生還なかなか倒せなくてですね、最後はフル、コンディション状態の、集中支援でなんとかね倒せたんですけども、いやー、そういう戦いがまた繰り広げられるという考えられますよね。何言ってるの、当たり前じゃない。
燃えてきますね。いいのよ。ここまでもっと褒めても。揃えてきた。んこれが従来総監の実力ってやつよ。戦車隊の力、よかった十分に活躍できて。お見せできると思うとね。通常の戦闘ですとね、戦車の出番がないので、治療型が出てくるとなれば、それこそ、問題はありません。そう、問題はありませんってね。さあ、ちょっと、遠回りしてしまいましたけどね、ようやくボスまで来ました。備品の回帰が多すぎてね、しょうがないですよね。さあ、編成も変えてのボス戦となります。今回は、沈められるか、どうなのか。やっぱり決戦支援もいるな。最後は。今はまだ、投入できませんけど、そして砲撃戦です。決戦支援も混ぜてやらないと、安定して倒せそうにないですね。何気にわびさびよね。そうです。烈風剣って言われてもね、確かにね。お願い。そうですね。大体水上戦闘で決着がつく、作戦、そういうのがモチーフだから仕方ないんでしょうけど、地上戦となりますと、反対にこういった空母が投入できない海域の場合は、補助艦である、キスマルであったり、水上義母艦でもいいんですけども、なんていうの？こんなこともあるよね。戦闘自体は長くなっちゃうんですけども、割合ダメージね、叩き出してくれないんで、そして砲撃戦です。あの時は、推薦がね、便利ではありますしね。その代わり、水上戦闘機は、回収コストも非常に高いといったメリットというのデメリットですね、ありますから、準備には、十分時間をかけてやっていきたいものですし、私はまだ完全には用意ができていないので、本当に余裕があるときに回収しているような感じです。さあ、今回は照明弾も夜景も出ました。あとはカットインに出るか出ないか。光りましたね。マックスファイヤー112。硬い。悲鳴だけが鳴り響いてダメージが通らない。ダメージが通らない。やっと倒した。これほど硬いとなると、最後はちょっと怖いな。そうか。違うんだ。私は。何はともあれ、今回初めての、撃破ということになります。皆さん応援ありがとうございます。ようやく勝利ということができました。でもギリギリですね。当たり前じゃない。いいのよ。もっと褒めても。私火がラッキー力の関ガールです係だからな。全然そんなことないよ。浅瀬とか苦手だし。はい、プリンツ最後決めてくれましたね。プリンツもカットインの方が良さそうだな。基礎だ。お前に最高の勝利を与えてやる。はい、横断戦で活躍しそうな基礎さん、よろしくお願いします。艦隊、港に戻りました。みんな無事よ。そうですね。何はともあれ、まずは撃破できたんで良かったとするべきですね。そうか、装備だいぶ絞ってたな。
ちょっと、装備の方もうちょっと強化します。はい。ダンケダンノーマルの装備にして出してましたから、もう少し、強化してあげないと、最後の一撃がね、通らないというのは十分考えられ、ずいぶん使っちゃったんで、ちょっとは残ってるな。まあ、通常のシューンで、まあ十分ですね。そして最近でも、この不毛レーダー強いですからね。これで戦闘準備は完了。ダンク、シューン。ありがとう存じます。畑風、艦隊。この海域は地上型、まあ水上、陸上攻撃機を出さない分だけ、だいぶ汚れちゃった。まあ攻略には、現存艦隊で行かなくちゃいけないんですけども、その分、燃料の減りは少ないので、その分助かりますね。航空甲板は特に大事にお願いしますね。まあこれから後半になればなるほど、燃料の消費がどんどんかさんでいきますので、燃料だけはね、もう基地航空隊が投入実装されてから、もう驚くように減りましたから、もう一番重点的に、まあ備蓄をして現在、まあ、27万あたりをまあピーク、このあたりを、まあ維持をしているところではありますが、今回上限がアップしたっていうのもありますから、もうちょっと、備蓄はしたいんですけども、まあ、艦隊を動かすとなりますと燃料が必要になっちゃうんですね。重い、まあ、ここまで来るとたまりにくいですね。まあ、普段、まあ、大型建造やってるっていう話はさっきもした通り、まあ、燃料と弾薬と、まあ、鋼材の遠征を中心に回してるので、なかなか、まあ、これ以上、まあ、ストックするとなりますと、もう艦隊運営そのものを一回中止して、まあ、備蓄にしないとね、まあ、たまらないような感じではあるんですけども。まあ、イベントになったらもう、まあ、今ある資源全部使い切ってでも、まあ、戦役を繰り返すっていうのが、まあ、そのための、まあ、普段の、まあ、艦隊運営なので、まあ、ここはケチらずにね、まあ、ガンガン使っていくつもりでいます。ね、やっぱり、いくら備蓄しても、足りないんだよな、これは。でもな、マックスのカットインで、まあ、私的にはこれで倒せると思ってたんですけどもね、半分ぐらいしか削れなかったので、ちょっとショックですね。ただ、これ以上やっても逆にカットイン出なかったら、本気の、カットインも発動しなければ、まあ、効果がないので、まあ、今の戦力で見たいと思います。なんだかんだでもう時間も9時ですね。ちょっと急いでちょっと出撃してみようかな。作戦計画概要をご説明。前段作戦
第二作戦海域作戦要項アジア艦隊、機関ヒューストン We Anchor 出撃します。やっぱりボスを撃破したということもあって、だいぶゲージが削れましたね。問題はありません。続けて、場を測るための第4警戒航行所列で戦闘開始です。みんな頑張ってきてね。いいわね。そして砲撃戦です。くま当たってお願い。40問の探査いい支援いただきました。戦力的にはそれほど脅威ではないんですけどもね、どうしても、こちらもそれ相応の戦力なもんですからね。クリティカル食らっちゃいますと、さっきみたいに一発大破ということも十分考えられますので、できるだけ支援攻撃当てていただければ、このように突破できるようなものです。私が一番です。何言ってるの、当たり前じゃない。いいのよ、もっと褒めても。いいですね。ビスマルク MVP 取ってくれます。これが従来総監の実力ってやつよ。よかった活躍できて。ですね、やっぱり従来総監いると安定感変わってくるな。できれば全ての海域で従来総監使っていきたいんだけども、それが許されない。戦力的な問題もあるし、海域のルート縛りの関係もあったりして、最終的な、戦力の、余力があるようであればね、どんどん投入していきたいんですけどね。まだまだ、先の見えないイベントなので、いいですね。支援だけでももうほぼ壊滅状態と。ミリトリーに一発いただいたか。やるなぁ。副獣人、威力は怖くないんだけれども、命中率が上がってくるから、どうしても無傷で突破することが難しいんですよね、副獣人っていうのはね。お礼申し上げますね。これが従来総監の実力ってやつよ。よかった活躍できて。軽巡洋艦神通です。どうかよろしくお願いいたします。はい、神通さんよろしくお願いします。さあ、もう一回突破するための戦闘ですね。支援艦隊、やっぱりね、週に支援艦隊なしには成り立たないと、いう感じですね。そして砲撃戦です。こんばんはです。かつお節さん、どうも見に来ていただいてありがとうございます。本日もアモン丸、観光ですね。こちらのバレンツ海占領ゲージを突破するための戦闘をやっております。道中的には今のが5回目の出撃で1回撤退をしておりますので、今回うまくボスが倒せれば、何言ってるの、当たり前じゃない。いいのよ、もっ
1回だけはね、勝利取れてるんですけどね。まあ、2回は A 勝利でしたから、まあ、勝率が S 勝利と A 勝利が、まあ、5分になるのか、まあ、それとも、ね、ボスが最後まで踏ん張ってしまうのか、まあ、そこら辺をちょっと見ていただければなと思います。問題はありません。出ましたね。警戒陣。条約違反神経来たということで、ちょっと危なかったんですけども、まあ、支援艦隊のおかげでね、本体は被害を受けずに済みました。このための支援艦隊でも過言ではありません。さあ、今回は、砂でどれだけこちらの被害を出さずに随伴艦を落とせるか。単装砲って何気にわびさびよね。戦闘形態は T で有利ということなので、これはもう殴り合いですね。まずは S1 に一発と。砲雷撃戦大丈夫、訓練はしてるし。そして砲撃戦です。さすが T 字有利になりますとね、お互いのダメージの盛り方がね、違って見えますね。いいわ、かかってきなさい。危ない危ない。パースに狙われた。いいですね、この割合ダメージを与えていくこの攻撃が重要です。ですね、もう当たれば落とせるというそんな状況。攻撃もいきましたね。3分の1、そして残りは198のダメージ与えられるだけの筋力は十分あります。テストで決められるか、最後までもつれるか。打点も照明弾も上がりました。今回はパットインは出ずで27。どこに来る？パースに分かってるな。フィニッシャーがファーストってこと分かってるけども、でもランクードもいるんだよなと。ヘルシーさん、こんばんはです。こんばんは。シェフさん召喚の儀とお聞き、お邪魔します。いや、プレッシャーかかりますね。私的には、全くそこ意識してなかったんですけど。うん。召喚されるかどうかは、私的にはいつも運営さん次第だと思っているので、今はまず攻略することだけを考えております。何言ってるの？当たり前じゃない。いいのよ。もっと褒めても。そうですね。ガンクードと、パースの、ツートップですね。こちらくんが決めるとは思ってましたのでね。気にすることはない。必然とはそういうものだ。そう。必然です。なんだその顔は。次も任せておけ。次も期待しておりますよ。ガンクード。次の戦闘はどうしようかな。千歳です。日本では初めての水上規模艦だよ。よろしくね。はい、千歳さん、よろしくお願いします。艦隊、港に戻りました。みんな無事よ。なんとかこれでね、ゲージの方も半分超えてきましたね。ありがとう存じます。畑風、艦隊、出れます。だいぶやられたわ。この際、しっかり修理するから。だいぶ汚れちゃった。日本のしばらく有給をいただいてもいいでしょう。いえ、なんで、やられちゃった。すぐ直すから。少し直してきますね。
そうだな、ちょっと、疲労の方もだいぶ溜まってきちゃったので、ちょっとカンムスに休憩を与えないといけないです。ので、その間ちょっとだけ、まあ、BGM もちょっと見そうかなと思うんですけど、今日はですね、これかな。この吹雪をかけたいと思います。ちょっと用意しますね。はい、疲労の方も出ましたので、続けて進撃をしていきたいと思います。作戦計画概要をご説明します。いけない。支援艦隊を出し忘れてはいけません。ちゃんと出さないといけないですね。よし。作戦計画概要を前段作戦第2作戦海域 ABDA フリート削れてきましたね。ゲージのところを半分をちょっと超えたあたりまで出ますね。順調に来ておりますね。このまま問題はありません。2回撃破できれば見た感じでは最終の状態になっているような感じはしますね。だから、いいかな。するか、どうせないかはやってみないとわかんないけども、この艦隊なら、いいところまでいけるはず。ボブちゃんさんはアニメの方から入られたということですか。アニメも良かったですね。まあ、劇場版まで見ておりますから、まあ、第2期も期待されているということもあって、第2あたりには放送されるとね、非常に嬉しいです。この、まあ、風吹きという歌、まあ、カラオケでもよく耳にする歌なんですけどもね。私が一番ですって？やっぱりキーが高いんで、最後まで歌い切るというのは、大変ですね。まあ、一人で歌う分にはいいんでしょうけどもね。これが従来相関の実力ってやつよ。周りでこう、まあ、惹かれてるとちょっと、いや、でもそういうのを恥ずかしがって歌うもんじゃないんで、まあ、自分が満足すればそれでいいと。まあそういう感じで。まあ、最近はカラオケ行けてないんですけども、歌ったりしております。仕方がないわ。みんないいわね。さあ、今回は、そして砲撃戦です。こんな感じで抜けられるかな。40問の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。あ、支援がちょっと来なかったですね。何やら不穏な感じが。そして砲撃戦です。いいわ、書かないでください。ぜひ生声でというリクエストがありますが、今夜なんで
せん。今日は勘弁してください。オープンファイ日中でしたら考えます。というか、日中じゃないとちょっとできない。いいんですかね。これの、実況動画なのに、私が一番ですね。突然歌番組に変わってしまうのもどうなのかなと思っちゃうけど、いいのよ。それも面白いのかなとも思っちゃいますね。戦闘以外の、時間もどうしてもできちゃうのが、ゲーム。よかった活躍できて。この時にでも考えますかね。やってみますかね。さあ、ここをね、突破すれば、また、ボス戦になります。さっきはちょっと支援が来てくれなかったね。今度は、欲しいな。欲しいな。来てくれないと、よし、まずは、半両親で来てくれたんで、それはよし。今回は支援来ましたね。カンコレ配信過去歌。題名をちょっと途中から変えないと安くなっちゃいますね。分かってる方は悪いんですけども、いきなり、ね、歌ってるところから入ってこられた人は、唖然としてしまうでしょうからね。そして、ちょっと前にコメントいただいたシェフさん召喚ということに関しては、全く、出る予感がしないというか、全然自信ないですね。最近は、ここで出るの？これびっくりしたな。これはびっくりしたよ。よろしくお願いするね。皆さんありがとうございます。確かにと来てくれました。で今回、第一回駅で、出たホロ缶というのが、名前が出てこなくなった。イタリアの空母のよしよしですね。そして、この海域では、ジャービスが出ております。で今回、多種検ということで、決してドロ率悪くないんですけどね。ありがとうございます。試験と、おめ検討いただきました。あんまりドロップに関してはちょっと調べてなかったんで、ここで出ると思ってなかったんですから、びっくりしましたね。ちゃんと戦闘終わったら、ロックしないといけませんね。空母級さんも、コメありがとうございます。よし。やら、いい流れで来てるような感じなんで、このまま、またね、とどめをね、刺していきますよ。そして砲撃戦です。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。ヘルシーさんも、お住まい多種ありがとうございます。今、手持ちではもちろん多種検討いるんですけども、前回のイベントで、第一回帰でドロップするということが分かっていたので、できればと思って頑張ったんですが、時間切れだったということもあったので、
ここで来てくれるとは、非常にありがたいです。今回のイベントではちょっと、さすがにね、他だと、出演させることはできませんけど、次回以降のイベントですとね、4スロの口負担というのは、彼女しかありませんので、来年になればまた大規模イベントあるだろうなと、ちょっと遠い目になっちゃうんですけども、そういった時にね、そういう幹部が一人でも多くいれば、攻略もはかどるというものです。そして追販も全て落とせましたので、あとは予選でとどめ出せるかどうか。ここから粘りますからね、さっきから見てる感じだと簡単に落ちないでしょうね。北上の方に行ってくれたが、そこではない。あと今回アタッカーは北上ではないのです。これは2画面にした後は、抜けないかな、もしかして。もしかして、抜けましたね。よかったよかった。私は、この海で。そうか。違うんだ。私は。本当に、みんなお疲れ様です。見事、勝利ということになっております。何言ってるの？当たり前じゃない。いいのよ、もっと褒めても。やっぱりね、このドイツ艦、私がラッキーガールですって？全然そんなことないよ。そしてロシア艦、強いですね。こういってね、活躍することが何より嬉しいですね。シェフィール着任します。びっくりしたなぁ。びっくりしたなぁ。ちょっと今日おかしいよ。ちょっといいね。よろしく。ヘルシーさんが呼んでしまったのかもしれないなぁ。ありがとうございます。もうほんと。今日はね。予想している斜め上の状態になってしまって本当に嬉しく思います。これはロックを忘れないといけませんね。こんばんはと言おうとしたら、シェフィールド学園ハッサムさん、コメントありがとうございます。おめんさん、空母9さん、初尾さん、ありがとうございます。ヘルシー、天才現る、のべちゃんさんも、おめんさんも、こんなことがあるんですね。ちゃんとロックを忘れないようにしないといけませんね。まずは、試験とかね、して、シェフィールドは平準洋艦なんですね。それもちゃんとチェックしない。ほんとね。いや、これで第2回機には、もう思い残すことはないのかななんて。これで戦闘準備は完了だ。ありがとう存じます。畑風、艦隊、出れます。もうやっぱり攻略を優先的にやっていくスタイルなのでね。しばらく有給をいただいてもいいでしょう。いえ、なんでも。モガミンとぶつかったところ、やっと治ったと思ったのに。助けた。2連で神的な救助ということですね。この救助はね、神的な救助だと思いますんでね。この余生を買っての、出演機ということになりますが、
今日のですね、修出復作業に撃は入、ります。次で、少し最後偽装の修理が必要ね。になります。ちょっと時間的な関係で、次が最後になります。ゲージ的には、多分まだ最後ではないので、今日は最後までいけないんですけど、まずもう一回ですね、出撃していって、その状況をちょっと見ていこうかなと思います。今日はですね、ここからあと、今日は何の日コーナーをやらせてもらって、終了という流れになりますので、もう少し付き合いいただければと思います。では、出撃していきましょう。よーし。作戦計画概要を前段作戦第2作戦海域作戦要項です。アジア艦隊旗艦ヒューストンさあ We Anchor 出撃します。海域もね、思い返せば最初は輸送作戦で、道中、問題はありません。空襲で痛い目になったり、PT 軍には阻まれるたりと、オスに関しては到達すれば、それほど問題なく倒せたんですけども、やっぱり道中が大変でしたね。潜水艦も出てきてましたから、自分が思ってた以上に時間がかかっちゃった感じはしました。その後、ギミック解除をやって、今日、占領ゲージ読んでるんですけども、なかなかね、もう、水上艦もうまいこと倒してくれるかと思いきや、ちゃんと当ててきますからね、油断できないですね。まずは、全身警戒隊を攻略ということで、私が一番です。何言ってるの？当たり前じゃない。いいのよ、もっと褒めても。ですね。ビスマルク MVP 取れましたね。私が一番。そう。そうなの？そうなんです。先ほどからマックスの魚雷のカットインが出てないのはちょっと気になるところではありますけど、こればっかりは期間にしてこの状態にハリーも搭載してますから、もうこれ以上底上げもできないので、もうちゃんとアタッカー2人残してますんで、あとはヒル戦でどれだけ削れるかで勝負は決まると思います。今度はここでも支援来てくれましたね。いい支援ありがとう。ちょっと不安が、危ない。磯波狙われてますね。さっきから磯波にばっかり横断行ってるんだよな。落ちてくれたからよかったけど。提督がミクマンを選んでくれたから活躍できました。お礼申し上げますね。はい、皆さんお礼を申し上げております。ああ、よかった。活躍できて。はい。これで、2つ目も突破ということですね。さあ、外の陣形は何で来るのか、
条約違反のあの陣形で来るのか、それとも、いつもの、エネミーにサイト。仕方がないわ。みんないいわね。どれだけ有利な状況でもね、まずもらう。うわ、来たー。定型陣来たー。そして砲撃戦です。警戒陣か。警戒陣来ちゃったなー。まずいまずい。夜。気をつけて。うん。やっぱりね、下が残っちゃってるんでね。続いてください。当たらないんだよな、この空気型の駆逐からないと。ちょっと、4番艦なんとかして4番艦。お願いします。こいつを落とさないとやばいよ。いいわ。かかってきなさい。当たらねえ。当たらねえぞ。お願い。大丈夫。ごめんなさい。いいわ。かかってきなさい。おー、ビスマルクナイス。これで安心です。うん。大丈夫だって。訓練はしてるし。よかったなぁ。よかったなぁ。ほんとな、びっくりな。ほんと。警戒陣来るとびっくりしますね。驚きの連続ですよ。私が一番ですって？何言ってるの？当たり前じゃない。いいのよ、もっと褒めても。本当にビスマルク今よく攻撃当ててくれましたね。そう、大き型の私が一番。駆逐艦なんかはね、そうなの？しれっと来撃してきますからね。そうなんですね。赤駆逐はね、本当にかわしますからね。問題はありません。いつもあれにタイミングで忘れてますから。さあ、ボス戦となります。警戒陣で、最後ね、野戦まで持ち込んで、勝利を取っていきたい。うん、そう、何度も何度も、私たちが、ここをね、突破するんだということを見せてあげたいと思います。前巻、戦闘開始、みんな頑張ってきてね。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。さあ、かかってらっしゃい。航空部隊の皆さん、お願いします。攻撃開始。行きましょう。当たってください。ここでヒューストンには中波とありましたが、まだまだいいわ。かかってきなさい。ごめんなさい。いいわ。かかってきなさい。ファイヤー。砲雷撃戦。大丈夫。ここからは第二艦隊に攻撃がそして当たっていければ攻撃開始。くめ。行きましょう。ですね。畳み込め。逃が打すつところ、あと2隻、1隻。こちらも消波からのクリティカルで第二艦隊の戦術を。行きます。攻撃はね、だいぶ追反艦に持っていかれちゃったんで、フルで残ってましたけど、来撃でだいぶ削ることができました。あとは、野戦でね、決着つけましょう。追撃に移ります。出ました、マックス。ようこそ。ファイヤー。いいダメージ出ましたね。燃えてしまう。嫌だ。私は想定していた通りのダメージ出てくれましたね。そうか。違うんだ。私は。私が一番です。何言ってるの？当たり前じゃない。そうですね。ファイヤーが炸裂しました。これを期待していたんですね。
私が一番。そう。そうなの？そうです。まあ、そのための、魚雷チャットインですからね。これでなんとかね、ボスに対しての、お前に最高の勝利を与えてやる。まあ、効果が期待できることが分かりました。はい、基礎さんだね。よろしくお願いします。艦隊、港に戻りました。みんな無事よ。はい。ということで、本日はね、バレン使いの戦場ゲージ、なんか削りの動画になったんですけど、まあ、ここまでということになります。では、最後にね、いつものコーナーで締めさせたいと思いますので、ちょっとお待ちください。思ってはいるんですけども、でもね、そう簡単にいかないのこのゲームなんで、ちょっと